では今日はリズムについてお話ししていきたいと思います。とても基本的な事項をお話ししていきます。語弊を恐れずに言いますと、リズムというのは足し算なんです。皆さん 1+1+2 できますか？分かった皆さんおめでとうございます。あなたはリズムが読めるようになります。これも語弊を恐れずに言うとなんですが、どういうことかと言いますと、音符というのは何拍伸ばすかというのが決まっているんです。全音符は4拍、2分音符は2拍、4分音符は1拍、8分音符は 0.5 拍、16分音符は 0.25 拍というふうに決まっています。そして1小節に入る音符の数というのも決まっているんです。それは表紙というのを見ればわかります。ちなみに1小節というのは縦線から縦線の間が1小節になります。この1小節の間にこの場合だと C という表紙が書いてあります。この C というのは4分の4拍子4分の4拍子のことになります。4分の4拍子というのは1小節に四分音符が4つ入りますよということです。表紙の見方は下の音符が何個入るかというふうに見ていきます。下の音符が何個入るかですので、例えば4分の3拍子だったら下の音符四分音符が1小節に3つ分入るよというのが4分の3拍子です。123で1小節です。続いて下の音符がいくつ入るかですので、8分の6拍子は8分音符が1小節に6個入るよという表紙になります。つまり12345で1小節です。これは必ず四分音符でなければいけないわけではなくて、四分音符4つ分と同じ長さであればどの音符が入ってもいいんです。例えば全音符だったらそれ1つで音符の長さが4ありますので、四分音符4つ分とイコールになります。なので全音符1つが1小節に入ってても大丈夫ですし、二分音符は2拍分の長さですので 2+2 で4拍分になります。なので二分音符だったら2つ入りますし、そして8分音符は1つ 0.5 拍分ですので 0.5+0.5 これ 1、0.5+0.5、2、0.5+0.5、3、0.5+0.5、これも4拍分あるので丸です。しかし8分音符はこのようにたくさん並んでいると非常に見づらいので、2つとか4つの塊でまとめて書きます。先ほどのこの楽譜も2分音符が2つ分、四分音符が1つ分1つ分、2+1+1足して4になりますね。しかしこの2分音符が2つ分とか四分音符が1つ分とか覚えるの大変ですよね。これ実はある仕組みがありますので、それを今から一覧にしてお見せします。音符というのはこのようなピラミッドの形でできています。ではどういうことか細かく解説していきましょう。まず全音符4拍分ですね。これを2つに分けると二分音符になります。言葉の通り2つに分けた音符です。二分音符は全音符が4つ分の半分ずつですので2拍分伸ばします。そしてその二分音符をさらに2つに分けます。二分音符を2つに分けると全音符を4つに分けた音符になりますので四分音符となります。二分音符は2拍分ですので四分音符はその半分1拍分となります。そして四分音符をさらに2つに分けますと、次は全音符を8個に分けた音符になりますので8分音符と言います。四分音符は1拍分ですのでその半分 0.5 拍分が8分音符の長さです。8分音符をさらに2つに分けると16分音符となります。0.5 拍の半分ですので 0.25 拍伸ばします。このように全音符を半分に、二分音符を半分に、四分音符を半分に、8分音符を半分にという風になった図がこうなっています。ここから16分音符かけていますが、これ全部書くと大変なことになるのでここは省略しているだけです。全音符が4拍分、二分音符がその半分の2拍分、四分音符はその半分の1拍分、8分音符はその半分の 0.5 拍分、16分音符はその半分の 0.25 拍分となります。音符がわからなくなってしまった時は1小節の中でゆっくりと拍を取りながらこの音符の表に従ってゆっくりと頭で考えれば理解できます。このようにリズムは体感で覚えるだけではなくて理論的にも覚えておくと複雑なリズムで困ってしまった時に手助けになります。ぜひこの拍、表紙の見方と音符の長さについて覚えていただけたらと思います。では次回は意外と単純な仕組み、この横にほくろみたいについてる点、符点について解説していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは音大卒の私が多額のお金と何十時間という長い時間をかけて手に入れた修行の知識を伝授します。吹奏楽部などの学生さん、幼稚園の先生や小学校の先生を目指していて音楽やピアノが必要な方、どの動画も初心者の方に向けて分かりやすくなるように時間をかけて作っている渾身の動画ばかりです。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。